Marabasanadon, 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 Marabasanade, Zeden, Jeji, Chara, Osaji, Dalu, Tame, Mombara, Salani, Quadon, Ludu, Boba, Nova, Zada, So, Yalon, Bolon, Charan, Jimji, Tujem, Holland, Topo, Den, Toji, Gompa, Shalom, Hila, Sunzepa, Tanim, Shabda, Shablaso. Undi demme dobre jenje lo ruton jambre joni shalale gombalone pete je to non to chunde jam song ga do mo pham jang yang nam je la so ba de samba shang chim chot sem ki te sambar shi Please engender the supreme mind of enlightenment. 思考の頃である菩提心を起こしてください。 somma christmas tiktishin tatarang ro tsai ta katani mahndila somma samri ta hidelesies And first of all, I would like to say, まずはじめに、 everyone, say Tashidele and Christmas have just gone. クリスマスがつい最近でしたけれども、皆様にタシデレ、こんにちはと申し上げたいと思います。 공군 커튼도 소피면서 그 보야 떡시니 마소양 끼를 공도 냠다 지 소중 시지 고급 단지더라 베면서 그 가와던 좁은 언니 정말 삼지다 히데라시긴 And also this time is a very special time. 今回は特別な時でして、特に incredible opportunity to gather again and再び 私たちがみんなで集うことができて、リンポチェのご健康が更新されたことによって、このような機会を得ることができました。皆様にご挨拶を申し上げたいということを心に留められてください。今日のリンポチェはテキストはあまり進まれませんでした。しかし、この復習をして、リンポチェが今日おっしゃったことをまとめたいと思います。最初にリンポチェはどれだけ良い心を持つことがどれだけ重要かということをお伝えくださいました。他者を傷つけないということが特に大事だということです。声の大きさ大丈夫でしょうか。釈尊はおっしゃいました。自分自身の体を例えにとって他者を傷つけないようにというふうにおっしゃったのです。自分自身が傷ついたなら嫌ですよね。同じことが他者にも言えることです。ですから自分が傷つけられて嫌な気持ちがするのならば、他者に対してもそのようなことはしないでほしいということです。他者が何か良くないことを私たちに言ってきたとしたなら、それを聞くのは不快ですよね。同じように、これを例にとって不快なことを他者に言うのをやめましょう。もし他者を傷つけるならば、私たちは自分自身も傷つけることになります。同様に他者に利益をなすならば、自分自身にも利益になります。これが仏教徒が一番大事な修行というのは、他者を傷つけないということであるのはそのようなわけであります。その上に何をすべきかというならば、他者を傷つけないということの上に何をするかと言ったら、他者を利益するということです。
その意味は、他者をリアクするとはどういうことかと言いますと、体を通して、あるいは言葉を通して、心を通して他者をリアクすることができます。このような方法で実践することができるならば、それが菩薩の実践であるというふうに釈尊はおっしゃいました。しかしこれができなくても、このようなレベルのことができなかったとしても、もし誰かが他者を傷つけることを避けるならば、自分自身も傷つけることがないということです。それだけないということです。ですから、リンポチェがまず今日、初めに説明されたことの重要なことというのがそういったことですけれども、And this is actually not これ the は text in the text itself. テキスト自体にこのようテキストの説明ではないわけですけれども、このような説明というのは、しかしIt's a kind of advice, and アドバイスであって、it's nothing new, so why is it necessary to repeat that again and again? 新しいことではなく、いつも繰り返されていることですけれども、しかし私たちの心の中に入ってきて、それが定着するためには、それを何度も繰り返すということが必要なわけです。その後にリンポチェがおっしゃったことは、最初と中頃と、その結論について、この3つのこと、それが3つの大なるもの、最初に必要なこと、中頃に必要なこと、最後に必要なこと、これが仏教徒にとっては大変重要なことであるわけです。この3つの大なるもの、これは私たちが仏法を聞くときも、それから瞑想するときも、それを思いを巡らす、習ったことに思いを巡らす、つまり問旨宗においてどのような時でもこの3つのことが大事です。この3つのことがあるならば、最初と中頃と、最後に必要なこと、問旨宗のいずれをしているときも、それがすべて善行になるわけです。もしこの問旨宗をこの3つの大なるものをなしにするならば、それが善なる行いということにはならないことになってしまいます。ですからこの3つの中でも最初のものは、まず最初に菩提心を起こすということです。菩薩の主な行いというものは、菩薩を他者のために菩提心を起こすということが菩薩のメインの修行であるわけです。菩提心はとても難しい、それを起こすのはとても難しいというふうに言う人もいますが、他者のことを考えるなんてとても難しいことだって思って、それが難しく感じるような時には、何か優しくできることがあります。私たちは
他者を傷つけないというふうに考えることです。もし他者を傷つけるなら良いことじゃないから、それはやめようというふうに思う、他者を傷つけまいというふうに思う、そのような形で菩提心を起こすことができるわけです。そしてまた他者のことを考えるときに、彼らの幸せ、彼らが快適であるように、そういうふうになってほしいというふうに考えることは簡単にできるのではないでしょうか。そしてまた、今、リターをする力がないとしても、いつの日か力を持ったときには、私はリターをしよう。私に能力が備わったときにはリターを行おうというふうに、今はできなくても将来そのようにしたいというような思いを起こすことも簡単にできるのではないでしょうか。このように考えるならば、簡単な考え方としてこのようにふうにするならば、これもまたある意味で菩提心、最初に起こすべき菩提心の一つだということができます。ですから、中頃においては、それは無所縁ということですが、概念のない心ということですが、分別を持たない心。これは難しいところですが、この無所縁ということ、中頃において行うべく無所縁は難しいことですが、普通はその意味というのは、概念化しない3つの点において、これを要約するならば、その意味は、空想の見解をそこに当てはめるということです。しかし、空想の見解というものも難しいでしょう。多分、空想という用語も難しいでしょう。それが最初には難しいかもしれないけれども、どのような修行を私たちがするとしても、問思修であったり、どのような実践をしているときでも、私たちは思考に流されないということです。特に、煩悩の力の配下に置かれない。問思修をするときには、自分がやっている実践、修行にフォーカスして、集中して、いくということ、それが、無所縁をするために行うべきことです。そして、無所縁ということは、たくさんの説明がありますけれども、どのような経験をそこにおいてするのでしょうか。たくさん間違いが起こるわけですけれども、どのような間違いがあるかというと、その無所縁を間違えて捉えるということがありますが、チベットでは私たちがコース法話をやっているとき、朝2時間、それから午後2時間とか、夕方2時間とか、
まあ、何時間も、そして何ヶ月もそれが行われているというようなことがチベットではあるわけですけれども、コースが行われるということですね。これらのレッスンはそのコースの中には、興味深いものもあれば、あんまりそうでもないものとか、ちっとも興味が湧かないもの、もうすでにこんな法話は知ってるよなんていうふうに思ってしまうような講義も行われるわけです。そのような場合は、時々ありますけれども、違うことを何か書いたりとか、その法話を聞きながら違うことをやってしまうということがあります。あるいは、瞑想を始めてしまうとか、マントラを詠唱してしまうなど、講義中にそんなことが起こります。そしてラマが、これらすべては間違いである。やるべきことではないとおっしゃいます。なぜそうなのかというならば、私たちが聴聞しているとき、法話を聞いているときには、それが興味深いものであれ、そうでないものであれ、その法話を聞くときには聞くのです。そして聞くことにどのような利益があるかというと、마인바티 가디도 하고 온디다 텔라테데 랑그남실티 야긴로레스 오타데노트데 데도르와레 너다 마리 삼나 또니 인바티 가디 인바 하고 와이고 소소 키르티 야긴로레스 because if we think that what is being explained is not correct, これが説明されていることが正しくないというようなことがあると、そしたらなんでだろうとか思ったり、それを聞いているうちにこれが正しいのだろうかとか、そういったことを考えることによって自分の考えが進化していくわけですね。そしてまた何度も何度も同じトピックを聞いたとしても、それを暗記するために、そして心に定着するために役立つわけです。要約しますと、私たちが聴聞するときにはマントラを数えたり瞑想したりするべきではありません。そしてまた瞑想しているときに何か思いを巡らすと、習ったことに関して思いを巡らすようなことも瞑想中にするべきではありません。聞いているときには、聞く時間には聞く、そして瞑想するときには瞑想する、マントラを数えるときにはマントラを数える。それがただそれだけをやるということが無所縁ということが言えるわけです。そして、この3つの単なるものの最後というのは、終わりにエコーをするということですけれども、私たちがどのような善行を積んだとしても、1時間とか1日とか1週間とか、とにかく一つのことが終わって最後に利他のためにエコーを行います。もし善行をエコーしたならば、福徳をエコーしたならば、そのエコーというのは大変大きなものであるというふうに言われます。そしてまた、この福徳というのは、善行というのは、尽きることがないと。どうやってエコーをするのかと言いますと、広大な行いで、
as the vastness of the sky. 国に、国が存在するように、数限りなく存在する、一切宇宙に対してエコーをします。国に果てがないように果てのない数の、宇宙ですね。時に人が心配します。Greedy. They think that, I've just accumulated a small amount of merit. If I divide it in between all sentient beings, 少しばかりの善行をみんなに分け与ったら、私に残っているものはほんのちょっとになってしまうんではないかというふうに、ちょっと欲を変えたような考えをする人がいたりします。みんなで分けたら自分の分が少なくなると。でも、しかしそんなことはありません。エコーというのが、エコーをすればするほど、その功徳も大きくなるということなんです。ロンチェンパがおっしゃいました。この3つのこと、最初に菩提心を起こし、中頃、無所縁、最後にエコー、この3つというのは、解脱の道を歩みたいと思い、ブッダの境地を達成したいと思うならば、これは不可欠のものである。これがなければ結果を達成できないのだというふうにおっしゃいました。ですからこの3つのことが必要で、それを行うというとき。私たちに必要なものは、どのような善行である、それを行うとき、その期間が以下である。例えば、マニ信号を唱えるときか、ほんのちょっとの信号の数でもいいですし、修行者として私たちができることは、朝起きて目が覚めたときに菩提心を起こし、そして日中は一つ一つの善行をエコーできればそれもいいことですけれども、しかし少なくとも寝る前に今日したことの善行を思い起こして全てをまとめて、それを寝る前に一切無常にエコーをします。これが3つの大なるものの要約でした。その後にリンポチェは短いミパムリンポチェの伝記についてお話になりました。ミパムリンポチェは偉大な菩薩であったわけです。とても高いレベルにある菩薩でした。どうして彼が菩薩だということが分かるのでしょうか。ミパムリンポチェはご自身でおっしゃいました。彼の弟子の一人、ラム・ウセルという人がいて、彼がミパムリンポチェ、ミパムリンポチェが亡くなる前に、
亡くなる前にパムリンポチェはおっしゃいました。このラマウセルに対して、私は煩悩によってこの人間の体を得たわけではないというふうにおっしゃったそうです。私が生まれてから死ぬまで私は一生において一度も嘘をついたことがないというふうにおっしゃいました。そしてミパは、私はこの人間の体を自主的に菩薩としてこの人間の体を得たのだというふうにおっしゃったそうです。そしてまた、少しだけカルマが残っていて、この人生において私はそれを浄化したのだというふうにおっしゃいました。ほんの少し残っていたカルマ。ですからこの将来において未来はもう浄化すべきカルマが残っておらず、And actually, Mipa Rinpoche had been sick for 17 years. 70歳の時に病になられて、この最後に病気になられた時、その70歳で病気になった時にこの残っていたカルマを浄化していたのだというふうに、亡くなる前の病においてされたということです。ですから将来において私はこの、世間に生まれることがない。countries of pure realm, so taking rebirth there. ですから私が生まれ変わるの、今後生まれ変わるのは浄土においてだというふうにおっしゃったそうです。私は有情の利益をなするでしょう、そこにおいて。ですからそのようにミパムリンポチェは偉大な菩薩であられたわけです。そして私たちは本当にこのようなテキストを学ぶ、このような偉大な菩薩が書かれたテキストを学ぶ素晴らしい機会を持てたということを本当に喜ぶべきなのです。So Mipa Rinpoche was born in 1846 and passed away in 1912. 1846年に生まれになって、ごめんなさい、ちょっと聞き逃しました。70歳に亡くなられたのかな。そして彼は、チベットにおいてはたくさんのラマが、早く亡くなられているわけなので、ここまで、生きられたということは、その頃、長命であったわけです。しかし、他に、特別なことは、ジグメリンパって言ったらは決して勉強をジグメリンパとしての人生においてはあんまりなさらなかったわけですね。主に先生は
この方は、修行によって、瞑想によって得られたものが多かった。その瞑想によって、その知性や知恵が発達していたということで、学想タイプではなかったんです。そしてロンチェンパはとてもハードに学ばれて、とても時間をかけて勉学をなされたわけです。勉強もなされたわけです。だからジグミリンパは瞑想をやっていることがほとんどだったけども、ロンチェンパはとても勉強もされたということですね。In the case of Jigme Lingpa, he was in Samye Chapel for a 3-year retreat, something like that. And during that time, the power of his innerリトリートに入られておこもり修行されて、その知恵がその中で芽生えられたということですけれども、ミパムリンポチェは18ヶ月、ジェニョンというところでリトリートをされて、ここでどのような修行をされたかというと、文殊菩薩の修行をされたわけです。そして、さまざまな印が、この成就の印が出たわけですね。その文殊菩薩を成就するという。そしてまた、すべての内なる悟りというものがどんどん増大されていったわけです。その後にどのようなテキストを少しだけでも読んで、そのリトリートが終わった後にテキストを読まれると、そしてまた、これは口伝の伝統であって書かれたものはないですけども、7、8の時に、8歳の時にすでにこの注釈帳を書かれたということで、とにかくミンパムリンポーチェは15歳の時にリトリートに入られて、それ以来、その知性やその知恵というものが本当に優れたものに、特別なものになられたということが言われています。何を勉強されたのかというと、9章、入菩薩行論の9章を学ばれたということですね。そしてパトリンポチェが9章にされた解説というものを聞かれて、初代パトリンポチェですよね。そしてその後、文殊菩薩の修行をされた後にミパプリンポチェは
簡単にどのようなテキストでも理解することができるようになれた。そして、それもなので、新訳のテキストはとてもたやすく理解されるようになった。しかし、旧訳派、つまり2万のテキストにはちょっと難しい部分があって、たのですが、しかし、ミパムリンポチェは決してとても深遠な点にいて、それが理解するのが難しいといったことや、それができないというふうには思われなかったわけです。なぜなら彼はテキストについての疑念というものを持っていらっしゃらなかったんですね。それもこの知恵が発達される良い起源になっているということですね。そのテキストに疑問を持っていない。そしてまたそこからこのストーリーからちょっと何を理解すべきかというならば、jasa jalan de la chiga dang samus yo sare sam ji tang darong sim gu na yichi zong ni yang ni yang te la yang chir jong ji te kal chim bo yin sara nim nga su tham sam la ai tan da jasa jata ma no dek sang sum tan da to pa chi ni nga ya tan da mo bu chi. What we can take from that is that sometimes when we read some text, we don't understand. テキストを読んでも理解できないことがあります。ですから確信が必要ですよね。とても深く理解するためには、私ここは理解できないというふうに思ってしまうことがね。なんかそこに間違いがあるから理解できないんだとか、なんかそういったふうに考えてしまうような、ちょっと読んで理解できないテキストについてそう思ってしまうようなことがあるわけですよね。ジグメリンパの場合は、ロンチェンパと実際にお会いになったということですね。顔を突き合わせて、ロンチェンパにお会いすることができたというわけですね、ジグメリンパは。時代は違ってもう亡くなっている方ですが、リトリートの中で対面してお会いになったということです。Kinchang Longchen ba tang rinzin jingmi ling ba la sopa ti jipa ge shinlub te la tenis ti shinlub te la tenis ngajir kyo zhong tamchil konggo yang katsaka mongbo me par to song song hako song si hako da So Mipaリンポチェはmeet face to face withロンチェンパと顔を突き合わせてお会いになることはなかったんですけれども、しかしこの系譜の果樹によりこのようなすべてのニマ派のその系譜の果樹によってすべてのニマ派のテキスト、ニマ派の密教のテキストを理解することができたということですね。旧約派のつまりニーマ派のテキストも理解することができた。それはロンチェンパにお会いしたわけではないけれども、この系譜の価値のおかげであった。時、翻訳時には翻訳した人が違った訳し方をしてしまう場合があります。このミパムリンポチェがロンチェンパに実際にお顔を合わせたことがあるとは言われていない。ただ系譜の価値によりというふうに、価値の力によりというふうに言われているわけですけれども、お会いになったことが
ないとも書かれてはいないという意味かと思います。実際にお会いしたという記録はないけれども、あるいはまたこの翻訳者の訳し方の問題によって、それが書かれていない歌人の力によってというふうに婉曲に表現されているのかもしれないという意味かと思います。そしてまた日本もリンポチェは何百人の下世の前で内なるこの悟りがとても大きかったので、その何百人という下世ですね、この前でもひるむことはなかった、確信が揺るぐことはなかった。そして、ミパムリンポチェのお弟子さんとかですかね。例えば、ドドプテンテンペニーマ。そしてまた、五世のカトプリンポチェ、それからアゾムトッパ、それからゾクチェンリンポチェ五世、グルントゥルク。こういった方々、たくさんの方がいらっしゃったわけです。そしてその中でも多くの憲法、憲法の中の憲法やそれからこの山岳にそれぞれに精通しているような素晴らしいラマが輩出されたということです。そしてまたヨガ教者、初期次第と教次第の同志というような方々。世間の生活を捨てた忍者となられたような方もいらした。そしてまたデルゲの王様であるとか、たくさんの生徒たちが、弟子たちがもっともっとたくさんいらしたということです。今申し上げたのはほんの一例に過ぎないということですね。67歳にミパムリンポチェがなられたとき、Then he went out of retreat. Up to there, he spent most of his time in retreat. それまでは、ほとんどの時間をリトリートにおいて過ごされていたわけなんですけれども、67の時にそこから出られたということですね。And then he wrote a testament. そして、教義を書かれた。And what is the main topics in his testament? この教義の主なトピックが何かと言いますと、He said that even if he becomes very sick now, 今とても病を負ってしまったけれども、それでも I've already stayed for quite a long time on earth. もう長い間この地球にいたので、もうそろそろ去る時が来たというふうにおっしゃって、どこに行くのだろうか、私はこれから浄土に行く。浄土に輪廻が空っぽになるまで、大いなる慈悲によって私は無常を利益しようというふうにおっしゃり、それをこの教義の中で書かれたことだったんです。その亡くなる前にパムリンポチェがそのようなことを書かれました。それを書かれて
ラマウーセルにがそれを書き留めて、あなたはまだお若いのですから、そんなことをおっしゃらないでくださいというふうに、そんなことをなさらないでくださいというふうにおっしゃったわけですが、しかしリンパムリンポチェは、どの道私はこの人生においても利他を成してきた、すでに行ってきたので、もうここでしたことはこれ以上する必要はしないで、あなたはあなたは人生をリトリートを続けて、これからもやっていてくださいというふうにおっしゃって、心配する必要はありません。また生まれ変わったらお会いできるでしょうというふうにおっしゃいました。そしてまたミパムリンポチェは接種やそれから弟子彼らがやってきて、まだ質問があるなら、まだ質問があるなら、今それを聞いてくださいというふうにおっしゃいました。それで、質疑応答が行われた後に、ミパムリンポチェは去られました。亡くなられました。これがミパムリンポチェの短い時点ではあります。このような伝記について知ることの利益が何かと言いますと、テキストがどのような背景で書かれたのかということを知るということは重要です。それが知ることの利益です。このテキストの著者がどのような人だったかを知って、そして、そこには間違いが含まれておらず、そこにはそこには系譜の歌詞が入っているということがあって、マントラを私たちがなぜ唱えるのかというと、そこには禅情の力によって最初にマントラを唱えた方がその方、禅情の力による家事、そのマントラを作られた方の禅情の力というものがそこに備わっているということがあるわけですよね。ですから今私たちはこのテキストがどのようにできたということが分かりました。では次にこのテキストの表題が何かということに入っていきます。中観の見解についての深遠な解説、あるいは注釈書。And middle
今日、リンポチェは良い中間についての良い例えをされました。中間というのは、私たちは好きな家族や友達がいて、そして嫌いな敵がいる。好きと嫌いという両方がある。なぜならば、とても執着が多ければ、その家族や友達や執着すると、そこには執着という煩悩が起きるわけですね。親しいもの、好きなものたちに対する執着が起こって煩悩が起きる。そして反対に嫌いなもの、敵やそういった人たちに対しては怒りや、それから嫌悪や、それから嫉妬などの煩悩を起こす。どちらの辺に偏っても、それは煩悩を招くものである。そうであるから、このどちらにも陥ることなく、その執着や怒り、両方にも行かずに、中間、要するに真ん中、中道にいるということが大事であるという、そういう例えを持って、この真ん中ということをおっしゃいました。とても分かりやすい例えでいいと思います。なぜなら私たちにはそういった経験がみんなあるからです。好きと好きな人がいて嫌いな人がいる。その両方を持っているわけですから。誰かがいいことを私たちに言うなら、それいい感じがして微笑みますけれども、あんまりいいことを言わない人に対しては顔が変わって、そして怒りを見せてしまうわけです。そのようにならずに中道にいる、中立、真ん中にいるということが大事だということですね。今私たちはこの中間について見解を考えるわけですけれども、それは存在と非存在などの極論ですから、極論を離れて中道にいる、つまりニヒリズムにも恒常論にも陥らない。日本のリンポチェは何をおっしゃったかというと、もし私たちがニマ派であれば、そして私たちの見解というものがノンチェンパの見解であるならば、中間正しい中間っていうのは2つの空想と現れの合一である。それは戯論を離れたものであって、戯論を離れたものというのは、戯論とは何であるかと言いますと、私たちはすべての存在、非存在、その両方、その一つとか、そういった極端論から離れているということです。
the nobles. では聖者 In equipoise, sorry. 党員の境地にある聖者というのがどういうものかというならば、So this view of the middle way, 中間の見解というのは we need the primordial を wisdom 確立するために of は、本源の知恵、 meditative the wisdom of the nobles in meditative equipoise. 党員にある聖者の根源の So 知恵 this is what is called middle で way. ある必要があります。それが中間です。And here in the title it says, ここでは profound instruction 中 of 間の the 見解についての深遠な解説、あるいは注釈書というのがここの表題ですけれども、この見解というのは何かといえば、So how did Mipam Rinpoche explain the view? ミパムリンポチはどのように見解を説明されているのかと言いますと、 What we are analyzing. ミパムリンポチェがされている見解の解説を分析する必要があります。Correct one. 正しい分析が必要なわけです。 What do we need by a correct one? Well, it means 正しい something that there is a result when we というのは do it. それをすることで And this result 結果が should be なくてはいけない。 a good result. 良い結果を得られる分析でなくてはいけない。 Or a correct result. What is the 正 correct しい結果がある必要がある。何が正しい結果かというと、 result? Is a result それは that is beneficial for us and 私 others. たち For all にも beings. 他にも全てのものにとっての利益になるものである。 Something like this. それが正しい結果であるということです。 Then we need to use our そ intelligence して私たちは自分たちの知性を使って to what is the verb? We need to be clear about it, それについて明らかにして to eliminate all the doubts. すべての疑念を晴らしていく必要があるということです。 And this is what is called a view. これが見解と呼ばれるものです。 In Tibetan, if we チベッ take ト this definition and think 語で about は each and every 一つ一 noun つ or part of this definition, there is a lot to understand. チベット語ではたくさんの定義があるので、それを一つ一つ見て学ばなくてはいけないわけなんですけ So ども if、we have such a view, then このような見解を持っているならば、 view of the middle way. それが中間の見解ということになります。 If we have some もし kind 私 of たちに idea that emptiness 何 means this か or の that, 空想に関するアイデアがあっ this て is not really the view. This is just もうそれは見解ではなくて、ただ思い描いているだけです。ミパルミンポチェが例を挙げておっしゃっていますけれども、 in the Tantra, we say 密教 that におい all ては appearances are すべての pure, 現れ that は正常である。 everything is of the nature すべては
本尊の事象であるというようなことを言われるわけですけども、で私たちがこれが正常な見解だというふうに言うかもしれませんが、ミパンもリポンチはそれはそうではないというふうにおっしゃっているわけです。ミパムリンポチェはこれはただ願いであるというふうに、見解への願いだけである、すべては本尊であるというふうに見たいというだけであって、本当の見解ではないというのです。では、見解とは何かというならば、見解は私たちが確信を持って究極的なものに、将棋体への確信を持っている。見解には確信があって、その将棋の見解、確信があって。が備わってなくてはいけないので、ですから見解を傷つくということはなかなか簡単ではありません。私たちは今はそのような見解を持つことはできないわけですけれども、しかし今は一般的な見解を持つことはできます。このような一般的な理解を持ってそれを修行して行くことによって内なる体験が起きて、それが生じてきて、そうしたときには実際の悟り、見解を体現するということが可能になるわけです。私たちが理解するべきことがとてもこれがそうであるというふうに明確になるわけです。私たちが知っていることは実際の体験ではなく、概念的に理解しただけの見解をまずは持つということになるわけです。最初にはまずこの中観の見解についての親鋭な解説という表題についてのお話を今いたしました。ナモマンジュシリエ。ナモは将来す、礼拝す。マンジュはマンジュというのは柔らかいという意味なんですけども、何が柔らかいのかというと、モンジュパサーツの名前はこの柔らかい、それは煩悩がないからです。シリはチベット語では栄光という意味です。なぜ栄光なのかというと、なぜ知恵が優れているからです。
その方に対して、朝礼する、礼拝するわけです。南無は礼拝朝礼です。そしてもちろん、朝礼するということにはさまざまな意味があるわけですけれども、ここではそれについては話しません。Amak ortada çıkıyor. Ama tela yang nordi vatangna, nanjur çöp omapa, nordi çöp omapa tutuş song song ah. Yine da terit mano. And Rinpoche has also given some explanation about the Madhyamika 中間についての説明もされました。その分類の違いについて、Madhyamika and the Yogacharya Madhyamika, but I will not go through it. It will be for tomorrow. この分類について、さっき出てきました。橋梁業の自律論証派と、それからユガ業自律論証派というような分類についてもお話ししましたけれども、それについては明日お話ししましょう。まずここではひとたびテキストに入りますね。ひとたび分析を集中し、この分析がショーパは行い。ですけども、チベット語でちょっと分析、行いに集中する。普通行いというと体でするものですけれども、しかしここではこの心の行いということになります。体の行いについて言うときには、体がどのように見えるか。しかしここで話しているのは心の行いです。それはどういったものなんでしょうか。それは考え方です。私たちの考え方というのが心の行いという意味になります。ここで私たちが心の行いについて話すのかというと、それは中間の見解を確立するためには、自分自身の任務について知らないといけない、瞑想の和っていうような分析的瞑想の和という、前に憲法も説かれたテキストがありますよね。シャルルン・コローマですね。このタイトルがどこから来たか、分析瞑想の和という表題の意味は別のテキストですけども、これとはこのテキストは心の行いが集中され、それが浄化されたならば、
ごめんなさい、正常浄化じゃなくて習字をするですね。だから心の行いをどのように習字をするのか、集中するのか、それが考え方についてだということですね。この習字は人無我がいかなるものかの意味を知る前にそれが必要だということです。この心の行い、つまり考え方を集中するということが人無我がいかなるものかを確信する前にする必要がある。ですから、ここでは行いというのは分析、これをだから分析とせずに行いと訳しているテキストもあります。そっちの方が理にかなっているのではないか。しかし、なぜ分析において集中するのかということを考えると、そこにも意味があるということです。ここでは主に任無我について確立しようとしているわけですけれども、ここで大事なことは、the self of the individual, that's one of the person. Oh, here it says individual. The self of the individual or the self of the person. 人がですから、2つの我というものがあります。人我と法我。その意味を知る必要があります。人我はどういったものか。人我というとき、人や個人のことを言っているんでしょうか。そうではありません。ではそれは何なんでしょうか。その認可というものが本当に確立されるかどうかという話をしているわけです。そして法がすべての現象のがということを言っているときも、もうそれが本当に確立されないということなんですね。そこに実体があるとか、実体があるかないかということですよね。人の上に何か実際に存在するものがあるのかどうか、そこに存在、人の上に実体を持ったものが確立されていると思ったらそれは違います。個人の上に
Arangvin Chitapa, Tondachipas. Arangunitapa, Arangvin Chitapa. Naturally. Naturally. I think there's so synonyms for truly established are そこに実体があるの意味は、それの側から確立されるものがある。あるいは、事象がある。Truly exists. Truly existent. Oh, Rangunitapa. Rangunitapa is established from its own side. それ自身の側から確立されるものがあるかどうか。I think there is another translation usually, but one way to say it is naturally established. 自然にそこにある。These three, anyway, are synonyms. これらは同じことを言っているわけですけれども。Anyway, this is what we call the ともかくこれら self of the individual を人がというふうに言うわけです。So here, when we say individual, what do we mean? このがというものが何かというと、남희기 풍부대 풍부가 올라 때니 민시 딱지 팀이라 딱 건석색이요です民とかだべなのいなむいなむし民とかさおら So what is So what is individual here? It means it is a name that is given on top of the five語運の上に名付けられたもの、語運があってそこに名付けられたもの、それをがというふうに言います。語運Formation, sensation, and consciousness. 語運は式、重、層、行、式ですね。これは大事なことです。So there is no individual which is different than this name that is given based on the five aggregates. 語運の上にできたものに対して名付けられたもの。If there were an individual that was not based on the name given on top of the base, the five aggregates, then it would be truly existent. It would be existent from its own side. It would be naturally established. それと離れたところに、確立されたものであるならば、ががあるというふうに言えるわけですけども、その語運の上に名付けられたものということから離れて、ががあるの、がが確立されているならがはあるというふうに言えるわけですけども。So the five aggregates which are the base for the imputation. まず語運というものがあって、So if something is imputed based on it, それをもとに、語運をもとにそこに名付けられたものがあるならば、それは実体を持って存在しているわけではないわけです。なぜなら、何かを別のものを基盤にして、それに重ねられたものに名付けられ
たということなので、いろんなものが寄り集まってできてるわけですよね。それ自身だけでできているわけじゃなくて、何かに依存して存在しているものであるので、そうするとその上にできているものが実体があるとは言えないわけです。五運からなっているものの上に名付けられているものならば、そこには実体はない。そうでなく、そういったものじゃなく、自らここで例を挙げますと、We'll take the example of an object. It's easier because when we say individual, maybe このがとか言うとちょっと難しいので、何かの対象について例を別のものにしましょう。じゃあ例えば花を取り上げてみます。花が育つためには種が必要で、水であるとか、熱であるとか、それから肥料であるとか、いろいろなものが必要です。育つためにはそこに空間があることも必要です。そういったものみんなが必要であるならば、そうするとそれは実体があるわけではないんです。そういったいろんな条件が揃わないと育たないのだったら、それは、実体あるものとは言えないわけです。それが実体がないのはなぜかというと、さまざまなものに依存して、水とか空間とかそういったものに依存してできているのが花であるからです。で、花がなければ、こういったものに頼らなくてもできる花、成り立つ花というものがあるならば、例えばこのカップですよね。もし土がなくて、それから水がなくて、誰かがカップを作るので人がいなくて、そしてそのカップ作り職人が作るという行為をしなければ、それでもカップがここに存在するかといったら、それは不可能ですよね。それらがみんなあったから今ここにカップがあるわけなので、そうするとこのカップには実体がないということが言えるわけです。そういったものが何も必要なくってカップが存在するのであれば、このカップには実体があるというふうに言えるわけです。それが全く同じようにがについても言えるわけです。それ自体の側から成り立っていないものは、そこには実体を書いているということになるわけです。of the true establishment of the individual 因果に実体がないならば、それは空想、So sorry, it is said to be emptiness of the truth
of the individual. 人の、実体が空であるというふうに言えるわけです。And it is the same for the phenomena. それは現象についても同じです。So the non-existence of the true existence of the phenomena 方がに実体がなければ、それは the emptiness of the truth of the phenomena. がの、実体が空であるということです。The no self of the individual. それは無我だということですね。それが法無我と任無我であるということです。What we stop through them is the self of the individual and the self of the phenomena. 任無我と法無我、この2つはストップと、それがなければ、この言葉はIf they are existent in this world, then both are existent. If they are not existent, then both are not existent. 両方が存在するか、両方が存在しないか。この2つに変わりはなくて、なぜそのように言えるのかというと、being no self of the individual, but there is a self of the phenomena or some mix like this. 任無我と法無我を we are saying that these two are similar. 2つが似通っているというふうに言われて、ちょっとごめんなさい。この我という時には、それはこの五運をもとに名付けられたものということなんですけれども、現象っていうのは何であれ存在するものが現象ですけれども、その我というものが我が法についての我ということがあって、それ法には必ずしも因果がある必要はない。ごめんなさい、ちょっと混乱してます。例えば私の頭というのは五運によって、しかし、これ因果でもあるけれども、これは法の一部でもあるということですね。このカップは、これは法か、でもこれは認可ではないですね。このカップカップというのは形だけであって、五運のすべてがあるわけではないですよね。だから認可というときには五運だけれども、法においては五運のうちの最初の式だけがあって、それ以外のものはない。ここで一番大事なことは、この我というものがの真実で、つまりそれから無我ということ、これがどういうことを表すのかということを理解することが大事です。
それによって私たちは執着をこのことを理解して、その後にそれに対する執着を落とすことができます。masuk pangsha di higora pangsha mahina ni kongsa kadangzun seji teta kansum korwala charji jungni sochire tatta panggo sana pangsha mahina ni panggo sana ya panghigmara As Patrumuche said, if you do not know what vows needs to be kept, how can you keep this vows? And he was actually talking about monks who have a lot of vows to keep, and if they don't know what the vows are, 戒律を守るためには戒律が何かを知る必要があるというふうにおっしゃいました。同じように私たちが捨てるべきものを知らなければそれを捨てることもできないわけです。今日は一番大事なことは私たちにとってはこの我というものを人がそして法が何を意味しているのか、そしてそれ実体があるあるいは真実在ということがどういう意味であるのかを理解する、それが一番大事なことでした。そして3つの正常なもの、1番目が菩提心を起こし、2つ目が無所縁、中頃に無所縁、そして最後にエコということでした。ではエコです。Uni gondan pewa ko sa she tu tu o se yin bo ma de ja wa song zhen zhen tuan pe nam le gong de te tan na zong chen le ro ngab dun do la xi nian zi zong de zhen ro wa ban guan qi pe man chen le xie de ni ma do de xia bu le dan jie ju gong re ra wi guo wei xin Malin Jongwan de Chanre Zawan Tanzan Janto Ye Shabbo Zandi Parta Tan Ye Lamar Kam Zora Solwan de Chota Kasi Rambara Solwan de Chanli Tashin Jipras Lama Dan Dalwa Me Prushin Jila Zo Karma Raga Marmiton Jama Salwa Chavarat Malam Nulo Tangustant Dushi Junam Teta on Banzer Sato Maya Mana Pala and Banzer Sato Tino Patita to me Bawa Satu me Bawa Satu me Bawa Anara to me Bawa Sarva Sata Mitayata Sarva Karma Satami Tatan Korayan Korahon Haha Bangawan Sarva Tatanga Banzer Mami Manzan Banzer Bama Samaya Sato Merci beaucoup.ありがとうございました。では次回は朝の11時頃にジャンパ先生の、6分ジャンパの復習を録画で放送する予定です。ありがとうございました。